皆さんこんにちは。聞く日本語のあずさです。今日は前回の続きのインタビューをお送りします。前回はドイツ人で日本語の先生で日本語検定 JLPT1 級を持っているカリーナさんにインタビューをしました。インタビューの中でカリーナさんは JLPT1 級に合格するためには読解がとても大切だと言っていましたね。そしてその読解のスピードを上げるためには漢字の勉強がとっても大切だということも言っていました。今日はカリーナさんがどうやって漢字を勉強したのかにフォーカスしてインタビューをお送りしたいと思います。インタビューは日本語で行われます。残念ながら音声があまり良くないんです。なので聞き取りづらい方は日本語と英語の字幕がありますので字幕を活用してください。インタビューはぜひ皆さんに最後まで見てほしいんですけれども、どうしても時間がない人、そのような人のためにインタビューの終わりにサマリーをつけました。サマリーのリンクは概要欄にありますので、もし時間がない人は概要欄からサマリーにジャンプしてください。それでは早速始めたいと思います。お願いします。その漢字を勉強するっていうことが一番苦労したことですか？そうですね。でも漢字はいつもどうやって勉強したらいいかとよく考えましたね。なんかもっといい勉強方法がないですかとなんかいろいろ試してみて、なんていうか楽しみながら勉強してきたかな。でも時々なんか何回も同じ漢字を勉強して忘れて勉強しての繰り返しも大変ですけど。漢字は覚えるのがまず大変だし、あと、読めても書けなかったりする人もたくさんいるんですよね。カリーナさんは、次の質問なんですけれども、まずその漢字を今覚えるために楽しくなるような工夫をしたと言ったんですけれども、具体的にどんな勉強方法で漢字を覚えましたか？いろ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 工夫しました。でもやっぱり日本語のレベルによって勉強方法も、そして漢字を覚える方法も変わってきますよね。多分小級と中級レベルの時に一番役に立ったのは漢字のカードです。で、カードを使うようになったのは実は大学の先生のおかげでした。1年生の時にドイツ人の先生がぜひカードを使ってくださいと強く勧めてくれました。私のクラスの大体皆さんがなんか漢字カードを作って勉強してきたんですね。で、2年生か3年生の時になんかその先生がこのクラスは皆さんが漢字が上手ですねって褒めてくれました。じゃあ効果があったってことですね。そうですね。で、先生がどうやって勉強してきたんですかと聞きました。その漢字カードっていうのはフラッシュカードみたいな？そうですね。ですか？私は大体自分で書きました。なんかもうできてるものも変えますけど。どっちがいいと思います？自分で作るのがいいか、それとも。なんか自分で作るのはちょっと時間がかかりますけど、でもやっぱり自分のなんかフォーマットでできるので、そして何か覚えるためのストーリーとか考えたら、それも、メモできますので、なるほど。やっぱりその方が私にとって良かったんです。そうね、カスタマイズできるから、そうですね。自分で作ると。インタビューの途中、ちょっと失礼します。こちらが実際カリーナさんが使っていた漢字カードです。これは心よいという漢字ですね。辺は赤、その他の部分は黒に色分けしてあります。そして漢字の下にはこの漢字を使った例文が書いてあります。裏も見てみましょう。
まず意味が書いてあって、それから音読み、訓読みが書いてありますね。そして表に書いてあった例文の読み方と翻訳が書いてあります。その下には自分が覚えるためのストーリーがドイツ語で書いてあります。会という漢字の音読みとドイツ語のカイネという単語の音を一致させて覚えているようです。面白いですね。これだけのカードを一つ一つ作るのはきっと大変でしょう。覚えるためにたくさん努力したんですね。もし手書きのカードを作るのが苦手な人は、同じような内容を暗記デックで作ってみてもいいかもしれません。それではインタビューに戻りましょあと、漢字って、音読みと訓読みもあって、その読み方もすごく複雑じゃないですか。で、音読みでも何種類もあったりして、そうですね。それも地道に一個一個覚えていったんですか？それも、実は、なんか日本語のレベルによって変わってきますね。最初は、訓読みに集中しました。最初の時には、なんか簡単な言葉から始まるんですよね。もうちょっと複雑な言葉は、つまり漢字のそうね。言葉はだいたい音読みが使われているので、だから最初は訓読みの方が大切で、音読みでは実はよく使われている音読みもあるし、あんまり必要ない音読みもありますよね。そうだね。例えばなんか仏教に関係ある言葉はだいたい全然違う音読みがあるんですよね。そうだね。で、それは日常生活であんまり必要ないので、その段階で覚えなくてもいいです。ということは、よく出てくる単語に使われている訓読みとか音読みを勉強していくってことね。だからボキャブラリーを増やす途中で漢字を勉強するという感じ。はい。ああ、なるほどね。なんか漢字だけを見てると、やっぱり覚えにくいと思うんですよね。そうですね。そう、だからコンテクストがあれば、コンテクストに合わせて覚えることができるし、あと、記憶にも残りやすいかもしれないですね。そうですね。なるほど、なるほど。はい、じゃあ、面白いインタビューも最後になっちゃいました。最後に、カリーナさんから聞く日本語のリスナーの皆さん、今日本語を勉強している皆さんに向けて、一言メッセージをお願いします。はい。時々、日本語は、大変だな。いや、ダメです。一生マスターできないと悩む時もあると思いますが、諦めないでください。ぜひいつか話せる、読めるようになりますから頑張ってください。ありがとうございます。やっぱり諦めないことって一番大事ですよね。そうですね。そして楽しみながら。楽しみながらね。そうですね。本当に私もいろいろ言語を勉強してて、いかに楽しませて長い時間その言語と付き合っていくかっていうのがすごく大事だと思うんですよね。そうですね。だから今のカリーナさんのメッセージ聞いて、やっぱり大切だなっていうのが分かりました。カリーナさん、今日は本当にどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい。で、今日は日本語の勉強方法についてメインでお話ししたんですけれども、実はカリーナさんは小説も書いてるっていうすごい人なんです。どんな小説を書いてるんですか？ファンタジーなんですけど、ちょっとだけ日本に関係ある小説です。そこでもカリーナさんの日本の知識が生かされてるってことですね。少しだけ。カリーナさんは、自分の YouTube チャンネルも持っているので、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味がある人はぜひぜひ見てください。では、カリーナさん、今日は本当にありがとうございました。バイバイ。バイバイ。それではインタビューをまとめたいと思います。ポイントが4つあります。まず、
ポイント1つ目。JLPT1 級に合格するためには、読解がとても大切です。なので、たくさん読む練習をしましょう。ポイント2つ目。読解のスピードを上げるためには、漢字の勉強がとても大切です。漢字の勉強を頑張りましょう。そして、ポイント3つ目。漢字の勉強には、漢字カードを作ること、そして使うことがおすすめです。インタビューの途中で、カリーナさんが実際どのような漢字カードを使って勉強していたかがありましたね。それを参考に皆さんもぜひオリジナルの漢字カードを作ってみてください。そして最後にポイント4。漢字を覚えるときは単語と一緒に覚えましょう。漢字だけを勉強しようとするとなかなか覚えにくいです。なので単語にどのような漢字が使われているかなというのをよく見て、単語と一緒に漢字を覚えるようにするといいです。今日の動画はこれでおしまいです。最後まで見てくださってどうもありがとうございました。これからも聞く日本語をどうぞよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。